さんこんにちは。イラストレーターのあきです。先日イラストレーターになるまでの動画を出させていただきました。予想以上にたくさんの人に見てもらえて、温かいお言葉もとても嬉しかったです。今回はその後編でイラストレーターになってからの3年間についてお話ししたいと思います。前編の動画ではイラストレーターになるきっかけになるさまざまな出会いや出来事、そして絵をお仕事にするメンターさんとの出会い、イラストレーターになるための準備を半年間続けました。そして初めてのお客様からオーダーをいただいたところで8年間続けた事務職を辞めて1年分の生活費の貯金をもとにイラストレーターとして独立することにしましたというところまでお話ししました。この時点ではまだ初めてのご依頼を受けただけ。ここからイラストレーターとして生活ができるようになるまでは長い道のりがありました。実は前編でお話ししたメンターさんはしばらくしてメンターのお仕事を辞められました。なのでこの後編は私一人で3年間でどのように絵描きのお仕事を広げていったのかという話になります。今回も日常の様子を動画でお送りしながら話していきたいと思うので、よかったら最後まで見てもらえたら嬉しいです。まずイラストレーターになってからの1年目はインスタグラムからのオーダーが収入のほとんどでした。インスタグラムではフォロワーさんを一番に大切にするように心がけていて、フォロワーさんとの交流を行ったり、絵のできる過程や自分の内面、価値観や考え方などを主に発信していました。その結果、まだ絵もそんなに上手ではありませんでしたが、あきさんのことを応援したい、あきさんの描く絵が欲しい、そう言ってくれる方がインスタグラムで少しずつ増えていきました。そしてその方たちが私が描いた絵を SNS でシェアしてくれました。温かい枝葉のようにその紹介を見てくださった方たちがまた私の絵や内面を好きになってくれて、オーダーしてくださる方が少しずつ増えていきました。それでも1年目は月に10万円いくかいかないかくらいの収入で、とても絵で生活ができているとは胸を張って言えないくらいの収入でした。生活に足りない分は事務職を辞める時に貯めておいた1年分の生活費の貯金から少しずつ崩していきました。初めてのイラストレーターのお仕事はとても楽しく、毎日があっという間で、やることは多いけど充実感がありました。ただやっていく中で会社のように正解を教えてくれる人はいません。自分で試行錯誤して取り組んで、うまくいかなかったら考えてまた取り組む、その繰り返しです。これは今も変わらずずっと続けていることです。時にこの一人で試行錯誤する過程が大きな海の中、一人で船を漕いでいるような感覚になることもありました。でも先に同じように船を漕いでいて、私に漕ぎ方を教えてくれたフリーランスの仲間がいました。あきちゃんの絵柄はカレンダーに合うと思う。カフェシリーズのイラストをカレンダーにして、そのお店に置いてもらえたら、一つの商品で複数のお店で委託販売ができる。ウェディングの絵も合うと思うから、ブライダル系の提案もできると思う。そんな風にたくさんのアイデアをもらいました。あきちゃんの絵は優しいから、締め付けがない優しいランジェリー系のイラストも合いそう。そんな風に優しいフォロワーさんからも私の絵を考えてくれた具体的なアイデアもたくさんいただきました。メンターさんはいませんでしたが、いろんな人たちの素敵なアドバイスを大切にしながら一つずつ取り入れてチャレンジしてみました。そしてよかったらうちでグッズ販売しませんか？私の絵を委託販売することを提案してくれた
カフェの方も現れました。一人で海を漕ぐ中、そんな風に手を貸してくれる優しい人たちとの出会い、いつか自分が理想とする絵描きになることができたら、理想の島と自分が呼べるところまでこの海を漕ぐことができたら、その島でたくさんの人がのんびり安らいだり、喜びを絵で感じてもらえるように。野号はそんな思いを込めて、何のひねりもないのですが、パステルアイランドという名前にすることにしました。1年目はそのような感じで、インスタグラムのオーダーにプラスして収入を増やせるよう、グッズ販売にも挑戦して、シールやカレンダーなども制作しました。自分が想像していたよりもたくさんの人にグッズを購入していただけました。そして委託販売していたお店で初めての似顔絵イベントも開催することができました。2年目はさらに収入の柱を増やせるよう、インスタグラムだけでなくココナラにも力を入れようと思いました。当時出品者ランクは一番下。どうしたらココナラからお仕事が来るようになるのか、自分で有料の講座を受けたり、インターネットや YouTube などで勉強したり、一つずつ取り組んでみました。その結果、3ヶ月で出品者ランクがゴールドになり、4ヶ月目には一番上のプラチナになることができました。そしてココナラでもインスタグラムと同じように、お客様を大切にする、期待を超えられるように取り組む、これを行い続けた結果、心のこもった口コミを残していただけるようになり、ココナラでのリピーターさんも増えていきました。2年目はそのようにして、インスタグラム、グッズ販売、それにプラスしてココナラも大きな収入の柱となり、1ヶ月の収入は事務職時代と同じくらいになる月も出てきました。そして初めての県外でライブペイントというイベントにも挑戦して、自分の作品を音楽と一緒に生で楽しんでもらうことも叶いました。ライブペイントに来てもらった人たちとの温かい時間や、その時の胸がいっぱいになる感覚は今でも忘れられません。2年目はココナラという大きな柱が増えたことによって収入が少しずつ増えていきました。それでも絵の単価を大幅に上げることはしなかったので、たくさん絵のお仕事をこなして生活ができる分まで働くという日々になりました。事務職を辞める時に貯めていた1年分の生活費でしたが、2年まで絵のお仕事だけで生活することができました。3年目はこれまでと同じように、インスタグラムもココナラも同じように頑張る。オーダーをたくさんこなしていけば生活ができる。いつの間にかそんな考えになっている自分がいました。1、2年目はいろいろなことに挑戦していましたが、3年目の2023年は特に大きなことには挑戦せず、淡々とお仕事をこなす日々が続きました。諸行無常という言葉があるように、何事も常に流れています。この世界には永遠というものはありません。今までと同じことをし続けていた3年目、私は初めて停滞というものを経験しました。ただ同じようにオーダー作品をこなしていくだけでは、このお仕事は続けられないことを知りました。1年目は初めてのグッズやその委託販売、そして初めての似顔絵イベントなどにも挑戦しました。2年目はココナラの挑戦や初めての県外でのライブペイント。でも3年目は特に大きなことに挑戦することなく、淡々とこれまでと同じことを繰り返していたら、大きな目標がなく、次第に心は空虚感を感じ、焦り、孤独感だけになり、
その結果良くない波動になったのか、お仕事は少なくなりました。この頃、フォロワーさんや周りの人たちとの距離もなんだか空いていたように思います。そして生活も次第に苦しくなり、初めてイラストレーターを続けていくことが難しくなりました。他にも理由はありましたが、家賃を少しでも低くして固定費を下げるために2023年の7月、住んでいるところも引っ越すことにしました。そして8月にはコロナにかかってしまい、後遺症なども含めて完治するまでに1ヶ月ほどかかってしまいました。ほぼ1ヶ月お仕事できないという状況は当時の私にとっては大きな打撃。そういったことが重なり、どんどん減っていく貯蓄。初めて他のお仕事を探さないといけないかもしれないというギリギリのところまで来てしまいました。でも絵のお仕事が自分にとって他のお仕事の片手間にできる仕事ではないことを私はよく知っていました。全力で取り組んで初めて生計が立てられるお仕事なので、生活のために他のお仕事をすることは絵のお仕事を諦めることでもありました。朝起きて夜遅くまで絵のお仕事をして、誰かと会う余裕もない。そんな風に今の生活がどんなに苦しくても、絵を描けなくなる悲しさや悔しさの方が大きく、ギリギリのところになっても絵を描くことをやめたくありませんでした。どうすればいいんだろうと毎日泣きながら、それでも必死でオーダー作品をこなす日々が続きました。そしてこれが最後のチャンスと思い、自分で期限を決めることにしました。その期限までに自分の思う結果が出せなかったら、このお仕事は諦めよう。でも絶対諦めたくないから全力でできることを頑張ろう。そう思いました。そして改めて初心に帰ろう。そう思い始めたばかりのアクリル作品のアカウントでクリスマスのプレゼント企画を行いました。こんな時こそ誰かに与えることを忘れたくない。もしこれが最後のチャンスになるなら、誰かに少しでも絵で幸せな気持ちを届けて終わりたい。そう思いました。始めたばかりのアクリル画のアカウントは、これまでのイラストレーターとしてのデジタルイラストのアカウントと違って、ファンの方もいるかわからない状態。プレゼント企画を行っても誰も欲しいと思ってもらえないかもしれない。このプレゼント企画は自分にとって勇気がいることで最後の挑戦でした。でも自分が想像していたよりもはるかにたくさんの方に喜んでもらえて、新しいご縁もたくさんいただいて、嬉しいお言葉もたくさんいただきました。その時やっぱり絵で誰かに癒しや喜びを感じてもらいたい。そのために自分は描くんだと思いました。そしてそのために目標を持って新しくより良いものを生み出すこと、新しいことに挑戦し続けること、これが大切なんだと学びました。最終的に決めていた期限までには結果を出すことができて、今日も私は絵を描けています。今日自分が絵を描けていることは当たり前のことではないということ、たくさんの人たちとの出会いのかけらが集まって今の自分がいるということ、これからもそのことを忘れずに、絵もそれに関わる活動ももっともっと頑張っていろんなことに挑戦し続けたいと思います。そんな姿を YouTube でお届けできたらと思うので、よかったらこれからも応援してもらえるととっても嬉しいです。最後にこれまで支えてくれた家族、
一番辛い時にあるものに感謝して頑張れと励ましてくれた友達、いつも優しく笑いをくれる友達、温かい言葉をくれるフォロワーさん、今までオーダーしてくださったたくさんの方たち、皆さん本当にありがとうございます。イラストレーターになるまで今まで一番聞かれた質問だったのですが、すべて希望にあふれたものばかりではなくリアルな部分もあるので、皆さんにお話しするまでにたくさん時間がかかったのですが、今回勇気を出して動画にすることにしました。私も今はまだまだ道半ばだと思っています。皆さんと一緒に自分なりの日々を頑張っていきたいと思います。とても長くなってしまいましたが、イラストレーターになってからの3年間の動画は以上となります。この動画が少しでも誰かの明日へのモチベーションになったらとても嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。